負傷したジェイドを病院へ連れて行ったカーミンの不安をよそに、ジェイドは迷いなくその手をつかみ、自分の心臓が痛いのだと示すように左胸へ導く。帰ろうとするカーミンを甘えるように引き止められた瞬間、抑えていた心配が溢れ出し、思わず唇を重ねてしまうのだが、それはカーミンが二度と無茶をするなと感情で釘を刺すためのキスだった。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。病院に戻ると、ちょうど J がジェイドの体を拭こうとしているところで、カーミンは自然にその役を引き受け、距離の近さにジェイドはすぐさま2人の関係は何なのかと問いかけるが、カーミンは上司と部下だけだと答えて線を引き、事件がクローズしてから話そうと言い残すにとどめる。そこへ J が兄の好みのラテを手に戻ってきたところで、触れかけていた何かは静かに元の距離へも押し戻された。だが後になってそのラテを頼むよう指示したのがカーミンだったと知った瞬間、ジェイドの口元には隠しきれない笑みがにじむ。負傷を経て現場に戻ったジェイドは、カーミンと共に亡くなったファイの部屋で真実か挑戦かと書かれた手紙を見つける。母の口から明かされたのは、ファイが妊娠していたという事実であり、しかも中絶を連れて行ったのは恋人のチャンプではなく、おそらくベルだった。実際にジェーンに話を聞くと、妊娠については何も知らなかったと語る一方で、ファイと一夜限りの関係を持っていたことだけは否定できず、ジェイドと激しく口論になった。一方、トンクラの仕事現場に殺人鬼が現れ、真実か挑戦かを突きつけられたことで、トンクラが金欲しさにファイのビデオをタイムに売っていた事実が浮かび上がる。その夜、ワイルドハントクラブへ足を運び、危険なドラッグディーラーのケースを追っていたのだが、会場には事前に落ち合う手はずだったスペシャル捜査官のユウとリーも姿を見せており、違法ボクシングの件で同じ現場に居合わせる形となっていた。ただ以前、J が冗談めかしてユウとジェイドは恋人なのではないかと言ったことがあり、その何気ない一言がこの場面に微妙な余韻を残している。捜査のため4人がそれぞれ散ってクラブ内を探る中、カーミンは銃を突きつけられたまま3世のオフィスへ連れて行かれ、賄賂を差し出されるが、それを即座に拒む。その一方で3世の手下はジェイドを地下の違法ボクシング場へ連れ出した。その様子をモニター越しに見せつけられたカーミンは、ジェイドが勝てば3世を逮捕し、負ければ自分が警察を辞めるというあまりにも大きな賭けに踏み切る。さらにジェイドはトランシーバー越しに、もし自分が勝ったならカーミンと同じ部屋で眠ることを要求し、張り詰めていた緊張は一気に別の色を帯びていく。また次回お会いしましょう。ではでは。